もし疑惑を抱いたのがムスリム、教徒であったなら、回答。まず、イスラームにおける疑惑、シュブハは、大きく次の3つのパターンに分類できます。根拠の弱い伝承、捏造された、あるいは信頼性の低いハディースや伝承、不完全な解釈、イジティハード小格好割りコロン学者の個人的な見解や、誤りうる推論、理性的偏見、自分の頭の中の想像を、聖なるテキスト、経典やスンナーよりも優先させること。これらが疑惑の源泉です。ここで私たちは問わねばなりません。なぜあるムスリムは、根拠の弱い伝承や不完全な解釈、あるいは自分の不確かな想像に惑わされ、同時に、数えきれないほどの神聖なテキストが伝える預言者ムハンマド、彼にあった平安と祝福あれの奇跡や印、アーヤに目を向けないのでしょうか。それらは最も誠実で、正確さを追求した人々によって語り継がれてきたものです。言い換えれば、もしあなたが、疑惑という不確かなものを信じようとするなら、それ以上に、彼の預言者性を決定づける明白な奇跡や印をすべて信じるべきなのです。永遠の奇跡である聖クルアーン。預言者の気高い生涯とその歩み。それは預言者以外には成し遂げ得ないものです。彼の降臨以前に、名前、性質、場所まで予告されていた預言。アッラーの絶大なる支援。宗教が完成されるまで、彼は守られました。実のところ、あらゆる疑惑の中には、そのメッセージが真実であることの証が秘められています。これについては、後の章で詳しく解説します。理性と専門性、意志の例え。疑惑を抱く人はこう言うかもしれません。私は彼の預言者性を確信していますが、ある特定の点について理性的な葛藤があるのですと。私たちはこう答えます。その答えを知る前に、まず、その葛藤はあなたの頭の中にある。不完全な想像から生じていることを認めなければなりません。なぜ、答えを聞く前から、疑惑は自分の誤解や妄想の産物だと言い切れるのでしょうか。理性的な例えを挙げてみましょう。ある人物が公認の医師免許を持ち、医療行為を認められている専門家だとします。その医師が、あなたには理解できない薬を処方したからといって、この人は本当に医者だろうか、と疑うでしょうか。もちろん、疑いません。あるいは、薬を飲んだ患者が期待通りに回復しなかったからといって、医師の資格を疑いますか？いいえ、疑いません。医師としての実績と資格が証明されている以上、あなたは、自分が薬の仕組みを理解できていないだけだと考えます。あるいは、患者が指示通りに服用しなかったのか、神の摂理があるのだ、と納得するはずです。相手が医師であると知っている限り、問題は起きません。むしろ、理解できない部分は自分の知識不足や知性の限界によるものだと理解するはずです。そうではありませんか。これは、啓示ワヒュに基づいていない、ただの人間である医師の場合ですらそうです。ならば、欲望に任せて語らず、啓示を受けている預言者の場合はどうでしょうか。あなたが預言者であると信じている、罪を免じられた、無ビューのお方の場合は、結論、確信こそが基盤。一度その預言者性が証明され、そのメッセージが真実であるという信仰が確立されたなら、自らの知性が及ばないテキストがあったとしても、それがあなたの信仰を傷つけることはありません。したがって、あなたの抱く疑惑とは、単にあなたの頭の中にある、一時的な錯覚に過ぎないと断言できるのです。土台となる預言者性への確信がある限り、いかなる疑惑もあなたの宗教を揺るがすことはありません。しかも、イスラームにおけるあらゆる疑惑には、すでに明確な回答が用意されています。幸いなことに、知識ある人々、アルバーブは、アッラーの恩寵によって、人々が迷わぬようすべてを解き明かしてくれているのです。真理への探求、疑惑を知識へと変える。知識ある人々は、アッラーの宗教に関するあらゆる疑惑、些細な疑問、あるいは得意な見解に至るまで、何一つとして解き明かさずに放置したものはございません。すべては人々のために明確に示されているのです。ですから、あなたに求められるのは、ただアッラーのために心を虫にし、真摯に回答を探すことだけです。そうすれば、自分が抱いていた疑惑がいかに単純なものであったかに驚くことでしょう。もし、あなたの心の中に、預言者性の証明と、メッセージの絶対的な真実性がしっかりと定着しているならば、いかなる疑惑もあなたの目にはちっぽけなものに映るはずです。その時、あなたが疑惑の回答を探す行為は、もはや迷いからではなく、神の知恵、ヒクマを深く考察し、
アッターの宗教への理解、タファックフをより深めるための探求へと変わるのです。これこそが、疑惑に直面した際の本来あるべきムスリムの姿です。たとえ一つの疑惑に対して即座に答えが見つからなかったとしても、それだけであなたの心が揺らぐことはありません。ですから、自分の信じる無神論の実態すら理解していないような人々が投げかける疑惑に、心を乱されないようにしなさい。クルアーンの中で、アッターは次のように煽っています。確信のない者たちに、あなたを動揺させてはならない。軽んじさせてはならない。ルーム章60節。イスラームにおいて最も優れた行いとは何か。回答。イスラームにおいて、アッターへの信仰、イーマーンに次いで最も優れた行いは、アッターの道におけるジハード、奮闘、聖戦です。ムスリムの間で最も神聖であると合意されているハディース、預言者の原稿録には、次のように記されています。アッターの使徒、彼にアッターの平安と祝福あれは、どの行いが最も優れていますか、と問われ、アッターへの信仰です、とお答えになりました。続けて、その次は、と問われると、アッターの道におけるジハードです、と答えられました。サヒーフ・アルブハーリー第26番。ジハードはイスラームの最上の頂です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。物事の根本はイスラームであり、その柱は礼拝、サラーである。そして、その最上の頂はジハードである。ジハードはアッターとの間における最大の取引です。聖クルアーンの中で、アッターは次のように煽っています。信仰する者たちよ、痛ましい懲罰からあなた方を救う取引を教えようか。あなた方はアッターとその使徒を信じ、自分の財産と生命を捧げてアッターの道のためにジハード、奮闘しなさい。もしあなた方が知っているならば、それがあなた方にとって最も良いことである。アッターはあなた方の罪を許し、川が流れる楽園、ジャナーと、エデンの園にある清らかな住まいに導き入れられるであろう。それこそが偉大な勝利である。また、あなた方が愛してやまないもう一つの恩恵、すなわちアッターからの助けと近い勝利、解錠も与えられる。信者たちに吉報を伝えなさい。行列章10から13節。ジハードこそが、決して損をすることのない、勝利の取引なのです。ジハードの形態、戦いだけではない多面的な奮闘。一部の人々は、ジハードとは戦争や戦場での戦い、武力闘争だけを指すものだと思い込んでいますが、それは誤りです。ジハードには、言葉によるジハード、舌のジハードもあります。これは、論理と明快な説明、フッチャーは、バヤーンを用いた奮闘です。無神論の疑惑や腐敗した思想、また他の宗教的信念の誤りに対する反論を行い、真理を明らかにすること、そして人々をイスラームへと導く布教活動、ダーワも、ジハードの偉大な門の一つです。また、アッターの道のために、財産を捧げるジハードもあります。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれはこう仰いました。あなた方の言葉、舌名、財産、そして手を持って、他神教徒たちに対してジハード、奮闘しなさい。アブー・ダーウードのスンナン第2504番、神聖なハディース。イブン・タイミーやアッターの辞表は次のように述べています。ジハードには、武力によるもの、心によるもの、布教、ダーワによるもの、論証、フッチャーによるもの、言葉、舌によるもの、そして知恵、意見によるものがある。それゆえ、可能な限りの手段を尽くして遂行されなければならない。したがって、ジハードを包括的に捉えるならば、すべてのムスリムがアッターから与えられた能力、知識、財産、恩恵に応じて、アッターの道のために奮闘できることがわかります。イブン・アルカイーム、アッターの辞表、箱を記しています。本来、ジハードの種類、ジャンルを問わなければ、それは各個人に課せられた義務、ファルド・アインである。心によるものか、言葉によるものか、財産によるものか、あるいは身体によるものか、すべてのムスリムはいずれかの形態でジハードを行うべきである。つまり、ジハードとは一部の人々が想像するように、国境を守る軍隊だけに限定されたものではありません。すべてのムスリムが、アッターの道における戦士、ムジャーヒドとなり、自分自身の持ち場でアッターの宗教を守り、誤った思想を退けることができるのです。これらすべてがジハードです。たとえ今すぐ実行できなくとも、機会があればジハードを行うという、意図、ニーヤを持つだけでも十分です。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは神聖なハディースの中でこう仰いました。戦いに参加することなく、また、機会があれば、戦おうという志、
志を持つこともなく死ぬ者は、偽善の一生を抱えたまま死ぬことになる。そして、ジハードを行う者は、自分自身のために言っているのです。聖クルアーンにはこうあります。ジハード、奮闘をする者は、ただ自分の魂のために奮闘するのである。実にアッターは、全世界の誰の助けをも必要とされないお方である。雲章6節。アッターは私たちを必要とはされませんが、私たちこそがアッターの道で奮闘することによって、主の慈悲を必要としているのです。